はじめまして、あきらです。白血病になりました。こんにちは。白血病サバイバーのあきらです。今回からはマスクを外してお話をします。と言いますのが、2023年の暮れに歯医者へ行こうと思ってたんですよ。それが高熱が出てしまいまして行けなかった。そのうちに入院してしまったということで、歯の治療がずっと遅れていた。それが先頃ようやく完了しました。今回は最初の入院して翌日からですね、弱い抗がん剤治療が始まる。その2日目、3日目、4日目までの模様について、このメモを見ながらお話ししたいと思います。入院初日の夜、2日目にかけまして、就寝、眠っているその間にかなり寝汗をかきまして、それから初日から点滴がですね、栄養と水分ですか、ずっと入り続けていたので、そのせいもあってか、とにかく頻繁にトイレに起きる。2時間おきぐらいにトイレに起きてましたね。それで病院自体が6時起床ということで、順次看護師さんが巡回に回ってくる。自分の場合は朝まず体温を測る、そして血圧を測る、あとなんて言っていいのか分かんないんですけど、こう挟む電子器具がありまして、これで指先の酸素量を測る。これは毎朝。それから看護師さんが日勤から夜勤に変わる時もまた同じようにその3点、やってましたね。だいたい月水金が採血の日っていうような感じで、状況に応じてそれ以上に採血することもある。この日は2日目12月28日木曜日だったんですけど、前日入院して、その時も採血ありましたけど、また今朝も採血があったと。8時頃になりまして朝食が終わったら薬を飲むと、この辺はずっとその後だいたい同じサイクルで繰り返されていきますね。薬を飲んでしばらくしてからエコー検査が入っていると。でエコー検査室まで移動して、かなり念入りに検査してもらいました。でいよいよ抗がん剤、弱い抗がん剤というふうに聞いていましたけれども、抗がん剤を入れる前にですね、吐き止めの点滴が入ります。これが30分ぐらいですね。その後弱い抗がん剤を入れると、点滴で入れる、そういうような流れでした。でちょっとメモをはっきり取ってなかったのでわからないんですが、確か抗がん剤1時間ぐらいだったんじゃないかなと思いますね。で印象としては、その抗がん剤治療っていうのはかなり大変だというような、なんかこうイメージというか、そういう感じでいましたので、案外あっけなく終わっちゃうんだなと。それから弱い抗がん剤だったっていうこともあるんでしょう。特に気分が悪くなったとか、あんまりそういうことは感じなかったですね。お昼になりまして、だいたい12時過ぎぐらいに昼食が配膳されてくる。食べ終わったらお昼の薬ですね。抗がん剤とかそういったこと以外にも、抗生剤の点滴が入ったり、なんか足りない成分を補うような点滴が入ったりとかですね、いろいろあったんですけれども、よく分からなかった部分もあります。もうその辺はもうお任せというか、午後2時過ぎから面会の時間なんですよ。でこれは前にお話ししましたけれども、前日の夜主治医の先生から妻へ電話がありまして、一応明日が、つまり今日が年内最後の
面会日なので来てあげたら行ってあげたらいいんじゃないですかというようなお話があったということでですね、また妻が来てくれましてですね、それでしばらく分の下着の替えですとか、あと退屈しないように文庫本ですとか、そういったものを差し入れてくれましてですね、家からほんとね車で2時間半とか3時間とかかかるんですよ。もう頑張ってくれましてね、本当にありがたいと思ってます。今も思ってます。18時過ぎぐらいから夕飯なんですよ。それで食べ終わったらまた夜の薬がありますね。夕方になってきましてですね、急激に寒気がしまして、一度下がっていた熱がまた急上昇、結果的にそれで40度を超えてしまいまして、解熱剤の点滴が入りました。でこれちょっと変な話なんですけど、いろんな看護師さんからとにかくことあるごとに「お通じありますか?」っていうようなことを聞かれるんですよ。で自分の場合はだいたい平素でしたら夜1回っていう感じでしてたんですけど、ここ2日夜便が出ていないということでですね、下剤を使ったらいいんじゃないかという提案がありまして、下剤っていうとなんか昔のイメージだと飲むとすぐ腹を下してっていうような、でも今はそういうものではないということでですね、便を柔らかくして出やすくするとか、そういったものもあるっていうことでですね、提案をされましてですね、ちょっともう少し様子を見てみたいということでお話をしました。ほどなくその夜ですね、便が出たんですけど、抗がん剤治療を始めるとですね、結構便秘になる方が多いと。で、自分の場合も出るには出たんですけど、なんとなく腹の張りを感じるようになってましたね。なんとか寝られたんですけど、やはり夜中にまた目が覚めてかなり寝汗をかく、そういう状況でした。でも熱もその後測ってみたら下がってまして、その後はですね朝までゆっくり眠れましたね。そして3日目を迎えます。前の日2日目と同じような流れですね。看護師さんが巡回の時に血圧を測ったんですよ。自分はもともと血圧がそれほど高くなくて、上が100前後がいつもの値だったんですけど、この日はかなり下がってまして、上が85だと、これは結構低いぞということで自分も思ったんですけど、看護師さんの方からも立ち上がる時とかフラフラする可能性があるのでちょっと注意してくださいねと、そういうお話がありました。採血も3本ありましたね。もう連日の採血です。食事をして薬を飲んで、また抗がん剤ですね、吐き止めをやってから抗がん剤の点滴で、昼過ぎぐらいに主治医の先生が見えまして、血液検査で白血球も少ないですけれども、どうも血小板や赤血球も少なくなってるよと。それは白血病細胞ばかりが増えてしまって正常な血液細胞が少なくなっていると、そういうことのようだったんですけれども、血小板の輸血をしましょうということになりまして、初めての血小板輸血、血小板の輸血をするとアレルギー反応が出る場合があるんですよというお話で、事前にアレルギー止めの注射をされました。これは点滴が針が入ってまして、その先に管がついてるんですよ。そこにですね注射器、針のない注射器を差し込みまして注入すると。これでアレルギー止めが入る。でやる前に看護師さんが1人でなく2人部屋に入ってきまして、いちいち復唱をしながらですね、患者さんとも自分とも確認しながら、看護師さん同士でも復唱して、念には念を入れて、それで輸血が始まると。その血小板の点滴の袋っていうのが
黄色いんですよ。輸血っていうから赤いのかと思ってましたけど、あれは赤血球の色ってことだったんでしょうね。1時間半ぐらいですかね、かかりまして、でその日はアレルギー出るのかなとちょっと不安だったんですけど、特に何事もなく、最初に入れるアレルギー止めがですね、結構頭がぼーっとして眠気を催したりとか、そういう風な成分が入ってるらしいんですけども、まあなんかだからぽやーんとした感じでその輸血が終わったっていうような感じですね。体重を測ろうということで、体重計がそのナースステーションの前の廊下の端の方にですねあるんですよ。そこまで行きまして体重を測る。昼にも測ってるんですね。昼から夕方にかけて1キロ増えてました。点滴がですね体の中に残っているからってことで、ここで利尿剤、小さい注射器に入ってるやつを体内に注入してですね、これも初めての経験でしたけれども、結構頻繁に尿が出るんですよね。それで体重を落とそうという、水分を排出しようという、そういうことですね。これその後もたびたびこの利尿剤は使われてますが、で18時頃から夕食で薬を飲んで、でこの頃はもう熱が下がっていてとても気分がいい感じ。そんな感じで3日目が終了。迎える4日目ですね、やはり夜中に2回3回とトイレに目が覚める。点滴が体にたくさん入っているからということですね。とにかく2日目3日目と同じようなスケジュール。弱い抗がん剤なんですけども、だんだん体に影響が出てくるような、胸のみぞおちのあたりですね、重くなってくるというか、なんか箱が入っているような角張った違和感というか、そういうようなものを感じ出しました。でまた主治医の先生が見えまして、血液中にあった白血病細胞、どうも抗がん剤の影響で大幅に減少しているのが血液検査から分かりますよというようなお話がありまして、弱い抗がん剤だからあまり効かないかもしれないという当初そういった懸念もあったわけですけれども、どうも大丈夫だったようだということで、そこで一安心。そして10時半頃ですね、また吐き止めの点滴がありまして、その後弱い抗がん剤の点滴、体重がですね前日の昼から4日目のお昼まで2キロ増えてるんですね。入院してからだと合計4キロも増えている。でまた利尿剤、個室内に出張のレントゲン撮影の機会がやってまいりまして、もちろん技師の方と一緒にですけど、それで病室内でレントゲン撮影があるんですね。外部へ出歩けない人に対してはそういったレントゲン撮影の出張があったと。でこの辺りから気分が悪くなってきたっていうのもありますけど、ちょっとこう腹が張っている。便が全く出ないわけじゃないんですけれども、便が少ないので食べてもですね物が入っていかないような、だからなかなか物が食べられない、少ししか食べられなくなってきましたね。食べたいっていう気持ちはあるんですけども食べられないと。で言い忘れてましたけれども、だいたい自分の場合は午後3時頃から4時頃までの間にシャワーに入ることが多かったですね。白血病の場合は免疫が低いので皮膚も結構清潔にしていなければいけない。抗がん剤治療をやった後は皮膚が乾燥しやすくなるっていうようなお話でした。細かい皮がむけてきたりとかするんですよね、したんですよ。それで背中が突っ張ったりとか、それ乾燥のせいでですよね。だから保湿クリームはそれまであんまりそういうのを塗るっていう習慣も全然なかったんですけど、結構念入りに塗ってましたね。ということで弱い抗がん剤治療が始まって2日目から4日目までの、大体の流れというか状態というか、そういったことについてお話ししました。そろそろ気分が悪くなってきたみたいな部分もありますけれども、熱が下がって、体調的には
悪くない、そういった2つのですね状態が入り混じったような、そんなようなことでしたね。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。よし、おっさん頑張れと思っていただいた方はチャンネル登録、高評価、そしてコメントなどお寄せいただけましたら今後の励みになります。どうぞよろしくお願いします。